斬新です。突然です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、撫でちゃった猫のことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ということで昨日はいろいろ作業をしておりまして更新ができませんでしたが、何をしてたかというとあれだね、大阪杯ね、惜しかったな、本当惜しかった。軸はねドンピシャで当たってたんですよ。レイパパですね。いやー、そして、コントレイルを軸にいつもの3連単2等軸マルチでやってたんですけども、モッズペッロをね外してたんですよね。これね危ういなと思って、もう1点ね、これは硬いからしょうがないから硬めでいこうと、コントレイルグランアレグリアの2等軸マルチでそっちはモッズペッロ入れてんすよ。なんでだよ、ほんと悔しいわ。やっちゃったな。モッズペット足すだけだろう。だからあと本当に数百円の投資で10万円を取り残すんで、これはね本当に大反省。しかし土日でね随分というか勝てましたんでよかったですね。そんなことをして、俺の顔がどっか行っちゃった。よいしょ。はい。で、あれですわ。見ました？なんか今日顔の調子がおかしい。見ました？北海道放送、北海道テレビ HBC テレビでやってるジンギスダンっていうね、高俊さんの番組ですかねのゲストにケンコバとザコシショウの前編っていうのをね TVer で、僕は最初に YouTube で総集編というかあれを見て TVer でまだ見れるってことだったんで TVer で見たんですけども、面白かったですね。というかもう本当に当時からずっと一緒だったんでね、本当にめちゃくちゃ面白かった。あとね、高俊さんが2丁目に出てたっていう記憶がね、僕あんま覚えてないな。ずっとね2丁目劇場で働いてたんで覚えてる。元スピードワゴンの前のコンビマグニチュードっていうのが来たのはめちゃくちゃ覚えてるんですよ。それなぜかというと、阪神・淡路大震災があった直後なのにそのマグニチュードが来て、マグニチュードですドーンっていうねつかみのギャグがあるんですけど、これ当然受けないですよね、みたいなことでそれは覚えてたんですけど、高俊さんが来た記憶ってあるかな、覚えてないな。でも確かにあの頃いろいろそうやって各地方の吉本芸人をゲストに入れてやってたのは確かですね。だからでもあんまりね印象がないな。そこまで滑ってたみたいな話をねしてたんですけどね、ありましたね。しかし本当にまだね、今週金曜日4月2日なんで金曜日までかなはTVer で見れますんで、高俊で検索したらすぐ出てくる。そうやってやっぱね地方のそういったバラエティが見れるのは嬉しいですね。で中でねいろいろああだこうだ話していますけども、喫茶店、柔道着着て喫茶店行ってたとかね、じゃがいもの味噌汁作って腹壊してたとかね、めちゃくちゃ当時からもそんなこと言ってキャッキャ言って笑ってましたね。懐かしいというか、本当に。で当時で言うと本当にすぐ売れたのは、中川家の噂はねクラスが
A クラス B クラス分かれてて、中川家は B クラスだったんですけど、ケンコバも B クラスで、ザコシと陣内、それから僕と、あれ A におったのは田村か、タムケンとぐらい、村越どっちだったかな、村越、あと高荘の野村ねは A で、中川家、それからケンコバ、松口、有機ロックね、神奈川 B クラスで、途中からこう、いや最後まで分かれてたか、途中からなんか減ってきてから一緒にやってたような、やってなかったような。で、中川家がすごいっていう噂はね、ずっと聞こえてきてて、それと、あと、松小葉ね、は、話は入ってきてましたね。すごいのがいる。で、5月だか6月に、マイドーム大阪であった大会で、松口がピンで漫談で優勝するんですね。それですごいのがおるぞっていうのはね、耳にしてたというか、感じておりましたね。で、それが松小葉が組んだっつって、まあその NSC 入学当時というか、その年のオールザッツに出てるんですよね、確か。熱燗1号、熱燗2号のやつで。で、とんでもないやつがおるなっていうのはなってましたね。で、その頃は本当にG メンスと A といって、G メンスが2人で住んでたんですよね。大阪の港町のあたりで。で、まあ難波からも近いんで、まあみんな本当そこでね、遊んでましたよ。遊んでというかね、集まっていろいろバカなことをやっておりましたね。まあ、今宮恵比寿の時とかが熱かったのかな。あれ、今宮恵比寿はね、当時ね、コンビじゃないと出れなくて、僕はずっとピンだったんで出れなかったんですよね、みたいなのがあって。でも、今宮恵比寿で G メンスもそこそこいいところまで残ってましたから、決勝まで残ってたんじゃなかったかな。あれ、初年度やったかな、次の年やったかな。ねえ、みたいな話を、その高俊さんとしておりましたが、まあその当時にもまあその今と違ってね、本当に排他的というかな雰囲気がすごく強くて、だから同じ吉本といえども所属というか、北海道と大阪、それから東京とかね、もういがみ合ってたというか、絶対俺の方が面白いみたいな空気でヒリヒリはしてましたね。仲良しな感じはなかったです。同期ではね、そんなにピリついた感じはなかったですけど、本当にちょっと離れると本当にピリピリね、なんて言ったらいいんだろうな、こう譲らないというか、認めたくないというか、認めたら負けだみたいな意識でこう切磋琢磨してた時代ですね。今で言うとそういった感覚っていうのはもうあんまりないのかな。仲良し小良しっていう感覚でも今でももちろんないとは思うんですけど、なんかそういう認めちゃったらね、負けだから認めないみたいな感じで、本当に NSC の授業なんかでもね、誰一人笑わないですよ、同期のネタを見たところで。なんで本当にピリピリしてましたね。ただ授業中誰も笑わないのに、終わってからこう帰りのエレベーターとかでね、あれ面白かったなとかこうボソッと言ってくるんですよね。僕は陣内の相方の西口くんがね、褒めてたのを、今でも覚えてますね。エレベーターの前であれおもろいな言ってたのがあったみたいなのはありましたね。だからね、来週も後編があるみたいなんで、ぜひね TVer でジンギスダン、HBC の公式 YouTube でもね、ダイジェストというか放送に載ってなかったところも流れてるのかな。なんで
非常に面白いですね。あとザコシのね不遇な時代というか、東京行って全然ダメだった頃とかも何度かね、僕もまだザコシが上石神井に住んでる時に一回東京に来て上石神井の家まで行きましてね、確かねすごい歩いたなって覚えがありますよ。今だったらあれね、あの辺の場所も僕自転車でうろうろするんでわかるかな、わかると思うんですけどね。みたいな懐かしいなと思って見ておりましたんで、ぜひ皆さんも、TVer とあと YouTube もね見てもらえるというかね、本当に面白かったですよといったところでね、その辺にしときますか。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと。あと今日夕方ね、ライド1本もう予約で上げてるんで、それもお楽しみにしてくださいというのと、まだいろいろライドはね取りためてるんで、ぼちぼち出していこうかなと思っております。ありがとうございました。